日だ。2011年まではどれぐらいかかるかな。こんな長い跳躍は初めてだから想像つかないや。あんなこと言って飛び出してきちゃったけど、本当に良かったのかな。いや、迷うな。大丈夫。私はこのミッションやり遂げてみせる。あなたは正しいっていうことを必ず証明してみせる。だってあなたはいつだって私の憧れだったから。シュタインズゲートオーディオドラマ「現存在のアポステリオリ」。2023年9月4日18時29分。しまった、こぼしちゃった。ティッシュはまあいいか。クリス来たよ。買い物もしてきた。あ、ハロー、鈴葉ちゃん。そのテーブルどうしたの？コーヒーでびちょびちょ。今こぼしちゃって。大変。すぐにきれいにしなきゃ。別に問題ないわ。論文が濡れたわけじゃないし。もう座ってないで手伝ってよ。こぼしたのはクリスだよ。鈴葉ちゃん、そっちの棚にビクトル・コンデリア大の農家研でまとめたレポートがあるはずなんだけど、取ってくれない？ビクって取らないもん。私は今お掃除で忙しいの。まあ大体は脳内に記憶してあるから別に参照しなくてもいいか。よし、きれいになりました。サンクス。今日もお父さんに言われてきたの？違うよ。自分で考えてきたんだよ。私、父さんの言いなりになる女じゃないもん。偉いわ。でもお母さんの言うことだけはちゃんと聞くのよ。ユキさんの言うことに間違いはないから。だったら、クリスも私の言いつけ、守ってほしいな。私の言いつけは、私の母さんの言いつけでもあるんだよ。言いつけ？何だったかしら？脱衣所にまたお洗濯物溜まってた。お洗濯は毎日しなさいって、この前教えてあげたでしょ？記憶にないわ。前に洗濯したのはいつだったかしら。掃除ならこの前マユリが来てくれてやってくれたんだけど。まゆ姉さんが来たのも結構前の話だよ。先週くらいだった？時間の感覚がなくなってきてるわね。それはいつものことでしょ。あと、人と話すときは目を見て話す方がいいんだって、これも私の母さんが言ってた。研究に没頭するとダメね。人間らしい生活が送れなくなる。それ、本を読みながら言うことじゃないよ。アトラクタフィールドを多世界解釈ではなく可能性の重ね合わせとして解釈するなら、そこは今目の前にありながら存在しないものであり、上限理論の11次元のどれかに該当する可能性も。クリス、ご飯できたよ。どうせ朝から何も食べてないんでしょ？ああ、確かにいい匂いがする。いつの間に？もう30分も前からずっと台所で作ってたよ。気づいてなかったの？ええ、全く。わざわざありがとう。いつものことじゃん。6歳の子に食事を用意してもらうなんて、自分の生活能力のなさに愕然とするわ。私やまゆ姉さんがいないとクリスは何にもできないんだから。今日はね、初めてのお料理を作ってみたんだ。へえ、パスタ。結構本格的ね。どうぞ召し上がれ。いただくわ。どう？美味しい。
でしょ。母さんに教えてもらったんだもん。父さんなんていつもこれ泣きながら食べてるんだよ。そうなの。私も食べようっと。いただきまーす。一度聞いてみたかったんだけど、クリスはどうしていつもそんなに一生懸命研究してるの？そうね。世界の外に存在している誰かに会うため、といったところかしら。面白い？虚しい、かな。虚しいのにやってるの？会ってみたいから。その誰かって前に話してくれたアインシュッターさん？アインシュタイン。そうそう、その人。いいえ、アインシュタインよりはハイデガーね。ここまで来ると、むしろ物理学より哲学の領域なんじゃないかって思えてくるから。ハイデガー？その人、アインシュッターさんより偉い？どっちも偉い人よ。へえ。ハイデガーはこう言ったわ。空間は主観の中にあるのではなく、また世界は空間の中にあるのでもない。それって、この家にある開かずの部屋と何か関係ある？ない。はね。そうではなく、鈴葉ちゃんという存在も空間的であるということ。あなたは自分がここにあると考えるとき、世界の内にいる自分を当たり前のように認識しているでしょ？普通、世界と自分とを切り離して考えることはしない。それこそが存在了解であり。2029年5月19日20時45分。ごめん、クリスさん。遅くなっちゃった。今日私、卒業式でさ、父さんが記念にってレストランに連れてってくれたんだ。クリスさんも一緒に来ればよかったのに。って、あれ？クリスさん？おかしいな。いない。どこ行ったんだろう。出かけるなんて珍しいな。それともまさか、開かずの部屋の中とか。クリスさん？中にいるの？クリスさん？この部屋には入っちゃダメってずっと言われ続けてきたけど、でもクリスさんに何かあったかもしれないし、ちょっと覗くだけならいいよね。鍵かかってない。何この部屋、まるで秘密基地みたい。部屋の中にエレベーターがあるなんて。押しちゃった。クリスさん、この部屋にはいないみたいだけど。乗ってもいない。これ行き先は地下1階だけか。行ってみよう。この先にクリスさんの秘密があるのかな。知りたいような、知りたくないような。うわ、こんな地下室があったなんて。暗くてよく見えないけど、かなり広そう。なんだろう。
奥にあるの、まるで大きな人工衛星みたいな。誰？鈴葉？クリスさん、心配したんだよ。どうしてここに？ごめん、姿が見えないからあちこち探してたらここに。ねえクリスさん、大きな人工衛星みたいなの何？クリスさんはここで何をして？出て行きなさい。ここはあなたの来るべきところじゃないわ。出て行って。でもお願い。わかった。ごめんなさい。よく考えたら私、クリスさんのことほとんど知らないや。すずちゃん、お帰りなさい。どうしたの？そんなに慌てて。クリスさんのところには行ってきたの？母さん、父さんはどこ？今、お風呂に入っているけれど。おお、鈴葉どうしたん？もしかして父さんと一緒にお風呂入りたくなった？いやー、そう言ってくれるのなんて何年ぶりだろう。父さんマジ寂しかったわけで。でもさ、あんまりジロジロ見られると結構恥ずかしいっつうか。教えて、クリスさんは一体何を研究してるの？何の話？クリスさんの自宅の地下に行ったの。父さん、知ってるの？あそこに何があるの？クリスさんはあんなに一生懸命何を研究してるの？父さん！これ他の誰にも内緒だよ。母さんにもマユ氏にも、もちろんマキセ氏にも。バラしたのが僕だって知られたらさ、マキセ氏に股間踏んづけられたまま前頭葉引っかき回されて半殺しにされるんで。誰にも言わない。それで？実はね。実は？タイムマシンなんだよね。タイム？マキセ氏は本気で作ろうとしてるんだ。過去へも未来へも行けるガチのタイムマシンを。それ本気で？本気だよ。僕も手伝ってるからね。しかもさ、理論上は可能なところまで来てる。すごい！それすごい！ノーベル賞もらえちゃう！シッ。マキセ氏はさ、その研究の成果を公表するつもりはないらしいんだ。なんで？あくまで自分のためにやってるとかなんとか前に言ってたけど、とにかく秘密の研究なんだよ。鈴葉も首突っ込まない方がいいと思われ。そんな。それより鈴葉、お風呂入るなら父さんの背中流してくれると嬉しいわけだが、小学校卒業を記念して親孝行してくれるなんて、鈴葉はいい子だな。ちょい、鈴葉、おーい。すずちゃん、今度はどこ行くの？こんな遅くに。クリスさんのとこ。誰にも知られずに、誰からも褒めてもらえない研究を、あの人はたった一人でどれぐらいの間続けてきたんだろう。そこまで一途なのはどうして？ねえクリスさん。合鍵は確かポケットに。鈴葉？また来たの？もう遅いのに。クリスさん、さっき地下室で見たことなら何も聞かないで。あなたは知らない方がいい。一人は辛くない？何のこと？
一人は辛いでしょ。一人でいいのよ。私は。鈴葉、どうしたの？急に抱きついたりして。なんでもない。なんでも、ないから。そう。私は、この人の助手になる。この人の右腕になるんだ。この時、そう決めた。2036年4月14日2時48分。マキセシ、鈴葉、こっちの準備は完了したよ。いい？いつも言ってるからもう分かってると思うけど、予定されたこと以外は絶対にしないで。もし勝手なことをしたら即刻テストパイロットを解任するわ。オーキードーキー、分かってるって。もう4回目だし。本当に分かってるの？タイムマシーンのテストパイロットは危険な仕事よ。もしトラブルが起きれば時空の狭間にとらわれて二度とここに戻ってこられなくなるかもしれない。何億年も前の時代に飛ばされてしまうかもしれない。あなたのその体がバラバラに引きちぎられてしまうかも。マキセシ、マキセシ、それ耳にタコだって。それだけ気を引き締めてという意味よ。了解。それじゃあ実験を始めましょう。第4回実証実験開始。実験開始時刻2036年4月14日2時50分。目標跳躍時間は2036年4月14日2時00分。目標座標ポイント 139.8247 35.5952。カウント10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。跳躍終了っと。だいたい5秒くらいかな。本当に東京湾の目の前まで移動してきてる。時計をネットワークに接続。時間同期14日午前2時ちょうど。GPS はと。座標確認。よし、今回も実験成功。あとは50分くらい待つだけか。過去へのタイムトラベル実験だとこの待ち時間がもどかしいんだよな。まあ同じ時間に私が2人存在してるわけだから、勝ち合っちゃうのを避けるために連絡禁止ってのはわかるんだけどさ。どうせこんな時間にこんな埋め立て地まで来る人もいないだろうし、時間まで寝てようかな。こちら天音、位置についた。これより狙撃準備に入る。大丈夫、やれる。今回は失敗しない。来た。目標を肉眼で確認。距離およそ300。練習じゃミスしたことのない距離だ。だから大丈夫、必ず当てる。私がこの手で奴のマキセ・クリスの頭を吹き飛ばす。また変な夢を見た。はい、もしもし。どうしたの？何度か呼びかけてもちっとも出なかったけど。ごめん、寝てた。もう回収時間？
ええ。あと30秒でそっちに着く。わかった。待ってる。やけに鮮明な夢だったな。お、こっち！最近すごく充実してるんだ。気力も体力もね。ずっと鍛えてきた甲斐があったよ。そう。それに人類史上初めての実験に参加できてるっていうのもでかいかも。クリスさんの作ったタイムマシンなら間違いないって思うしさ。もちろんたるんだりなんかしてないよ。この実験はすごく危険なものなんだって常に気を張ってる。それでも不安みたいなものはないんだ。クリスさんと父さんは私の中での二大すごい人だから。その二人が作ったものへの安心感っていうの分かってもらえるかな。あ、たださ、実は母さんにはこのこと内緒なんだよね。だから父さんと二人でいつも戦々恐々としてるんだ。もし実験のことがバレて母さんの雷が落ちたらって考えると恐ろしすぎて鳥肌立っちゃって。鈴葉、体調に異常はない？ああ、全然平気。ピンピンしてるよ。何かあったらどんな些細なことでも報告して。心配性だな。テストパイロットに志願した時言ったでしょ。私以上に適任はいないよって。機械に詳しく若く健康であり体力があって体重が軽く任務に忠実、秘密は守るね。そうね。うん。またその顔。どうしてそんなに辛そうなんだろう。もっと喜んでくれると思ったのに。何の話？ううん。ずっとそんな顔されてたんじゃあの変な夢のこと話せないじゃん。2036年4月21日3時35分。未来へ到着っと。5回目の実験も成功かな。おーい、鈴葉！父さん、クリスさん！迎えに来てるってことは実験は成功？実験開始時刻からジャスト60分経ってる。よし。また母さん、しっかり！鈴葉、くそ、ラウンダーのやつらなんで私じゃなくて母さんを。卑怯だよ、くそ。私に構わず行きなさい。あなたがワルキューレの最後の希望なのだから。父さんの遺言にあった通り IPN5100 を。何言ってんの。こんな血が出てるのに置いていけるわけないじゃん。ねえ鈴葉、私ね、父さんとずっと離れて暮らしているのがとても辛かった。喋らないで。くそ、なんで血が止まってくれないんだ。誰か医者を呼んできてよ。誰かいないの？でもこれでやっと
ところに行けるわ。母さん、ごめんなさい。すず。母さん、母さん、母さん、目を開けてよ。鈴葉。失敗したんだ。様子がおかしい。鈴葉。鈴葉、大丈夫かい？あれ、父さん。私。ここがどこかわかる？今日が何月何日か記憶は継続している？2036年4月21日、タイムマシンの5回目の実証実験中で、それから。一体何があったん？タイムマシンから出てきて急に錯乱状態になったわけだが。錯乱状態？夢でも見たのかな？いやいや、冗談言ってる場合じゃなく。本当に夢みたいっていうか、やけに鮮明な、見たことのない記憶を見たような気がして。見たことのない記憶。幻覚かな？母さんが血まみれで倒れてて、私は母さんがこの手の中で冷たくなっていくのを見とって、ラウンダーがどうとかって。はは、母さんなら家でピンピンしてるって。だから何も心配することないよ。うん。そういう幻覚を見たのは今日が初めてかい？言うタイミングがなくて黙ってたけど、前にも何度か。詳しく話して。いつその記憶を見たの？どうして報告しなかったのよ。落ち着けってマキセシ。いいから話して、今すぐ。第3回実験と第4回実験、どっちも時間跳躍の直後だった。リーディングしたいな。マキセシ、それってまさか例の。今日をもってタイムマシンは破棄するわ。クリスさん、どういうこと？どうもこうもない。これが因果の輪から外れてしまうということなの。やっぱり鈴葉にテストパイロットをやらせるんじゃなかった。ねえ、ちゃんと説明を。とにかくダメなのよ。タイムマシンの実験は二度としない。絶対によ。この世から消えたくなかったら私の言う通りにして。八田、急いでマシンを回収するわよ。車持ってきて。おう。クリスさん。2036年5月6日3時2分。あの日以来、クリスさんは本当に実験を中止してしまった。その理由について、私にも父さんにも何も話そうとしてくれなかった。だからこうして今、クリスさんの家の開かずの部屋に忍び込んで、その PC を勝手に見させてもらってる。あの人は何かを隠してるんだ。それを話してもらえなかったことが悔しくて、突き止めたくて。それにしても今時こんな骨董品レベルのパソコンを現役で使ってるなんて。ネットワークにつなげずに使えるからハッキングされる心配はないんだろうけど。なんだろうこのファイル。 OR についてか。セキュリティロックがかかってる。でもこの程度のもの
父さん直伝の技で。よし、解除。開いた。これはクリスさんの日記？ OR っていうのは何だろう。出た。岡部倫太郎と R 世界線についての仮説。すごい、びっしり書き込まれてる。岡部倫太郎、誰だろう。ごめんクリスさん、勝手に見させてもらうけど許して。彼について思い出したきっかけが何だったのかわからない。確かなのは、私が彼と最後に話したのは2011年8月4日だということ。それ以降、彼の存在は世界中のどの記録にも出てこない。痕跡は消え去ってしまった。世界から否定されてしまったかのように。今や誰も覚えていない。私の記憶の中だけにいる。果たして彼が本当にいたのか、証明する術はない。かろうじて言えるのは、今現在ではアトラクタフィールド理論が確立されているという事実。岡部はその理論について25年も前に話してくれた。それが証拠といえば証拠だろうか。気がつけば彼が消えてしまった原因をあれこれ考えている。大体の仮説もできた。その鍵は彼が持つリーディングシュタイナー。世界線を超えて記憶を維持する能力。より鮮明なデジャブ。その力を持つがゆえに、今私がいるこの世界線、シュタインズゲートの負荷をもろに受け、彼の脳が耐えられなくなったのだと私は見ている。その結果、この世界線を現実だと認識できなくなり、やがて脱落した。あるいは他の世界線こそが自分のいるべき場所だということを受け入れた。いずれにせよ岡部は世界内存在であることを放棄したのだ。彼への感情は今も確かに残っている。というより、その感情を思い出してしまった。とてもみずみずしく、とても苦しく、とても懐かしい感情。仮に岡部をこの世界線へと連れ戻すために、今のところ最も最善だと思われる方法を以下に記す。プロセス1、タイムマシンで岡部が消えるより前、2011年8月4日以前へと物理的に戻ること。幸いなことに私はなぜか自分がタイムマシンを作っている記憶も思い出している。それをこの世界線でも開発できるかもしれない。2011年に戻ったとしても、当時の誰にも協力を頼むことはできない。因果の輪を飛び越えた人間でないと、岡部が消えることを観測できないだろうから。当時の私のように。プロセス2、岡部にシュタインズゲート世界線こそが現実であると認識できるような強烈な記憶を植え付けること。他のあらゆる世界線の記憶をも上回るような一生忘れない強烈なもの。果たしてそれが具体的にどんな記憶なのかさっぱり思いつかないけれど。もし成功すれば、岡部はこの世界線に私たちの前に戻ってくるかもしれない。彼を連れ戻すためにタイムマシンを使うのは仮説では過去改変には当たらない。
25年前岡部は消えたけど、岡部のことを思い出した私はこうしてここにいるんだから。かつて岡部がたった一人で戦い抜いた世界線を飛び越えての戦いとはわけが違う。岡部倫太郎は世界の中心でも創造主でもない。彼が消えたのは他の世界線に移動したからではない。彼は常にこの世界線に寄り添っている。ここにいるけれど、同時にここにいない。重ね合わせの状態なのではないか。私の立てた計画は、そんな彼の手をちょっとだけこちらに引っ張り戻してやること。それならタイムパラドックスは起きない。世界線が変動することもない。これが仮説としか言えないのがもどかしい。ねえ、岡部。結局、私とあなたの決定的な差は、あなたがアプリオリな存在であり、私がアポステリオリな存在というところなのかもしれないわね。私はやっぱり何も知らなかった。2036年5月6日5時10分。鈴葉。父さん？どうしたの？家の前に突っ立って。今朝の5時だよ。それはこっちのセリフだっつうの。え？年頃の娘が朝帰りとか。父さんはつまり私の帰りを待ってたわけ？娘の心配しない父親はいないよ。落ち着いて。別にそんなんじゃないから。じゃあ父さんの目を見てどこに行ってたか答えなさい。納得いく答えを聞くまで父さんここを通さないぞ。ねえ父さん、岡部倫太郎って知ってる？その名前どこで？クリスさんの家にある古いパソコン、こっそり見ちゃった。なるほど、そういうことか。ねえ、誰なの？その人は消えたって書いてあったけど、父さん何か知ってる？なんつうか、僕もその日記ならこっそり見たことあるんだよね。この親にしてこの子ありだったか。女の人の日記を覗き見するなんて趣味悪いね父さん。牧瀬氏がさ、なんであんなにタイムマシンを作ることにこだわってるのか、その理由を知りたかったんだよ。私も。岡部倫太郎が誰なのか正直僕にも分かんねえ。でもさ、不思議なんだよね。不思議って？そんな知り合いいないはずなのに、なぜかその名前に聞き覚えがあるような気がしてさ。しかも随分昔から。それが僕だけの錯覚なら妄想オツで済ませられたけど、実はさ、マユシもたまにオカリンって唐突につぶやくことがあるんだ。オカリン？岡部倫太郎、略してオカリン。つまり僕もマユシも同じ名前にデジャブを感じてるっつうわけ。その上牧瀬氏の日記にまで書かれてあったらさ、なんつうか気になって仕方ないんだよね。牧瀬氏のタイムマシン作りを手伝ったのはそれが理由。鈴葉がテストパイロットになるのを反対しなかったのもさ、もしかしたらこうなることを期待していたからかも。父さん。なあ鈴葉、娘にこんなことを頼むのは父親失格かもしれないけれど、
聞いてくれる？マキセ氏のあの日記に書かれた計画を実行するためにタイムマシンで2011年へ飛んでほしい。鈴葉が小さい頃からマキセ氏の助手になるために頑張ってきたその覚悟を僕はずっと見てきたよ。そんな鈴葉にしか頼めないことなんだよ。どうだ、できるかい？もちろん拒否しても構わない。私は世界の外に存在している誰かに会うためといったところかしら。面白い？虚しいかな。虚しいのにやってるの？会ってみたいから。私やる。2011年に行ってくる。そっか、ありがとう。じゃあこの帽子を。母さんを起こそう。一言挨拶していかないとな。ついでに着ていく服も見繕ってもらおう。オーキードーキー。2036年5月6日9時19分。タイムマシーン。よかった、あった。クリスさんまだ破棄してないんだ。システムも生きてる。いつでも使える状態じゃん。クリスさん悪いけど使わせてもらうよ。やめなさい。クリスさんいたんだ。人の家に2度も忍び込むなんてどういうつもり？あちゃー、バレてたか。タイムマシンを使いたいと言うなら却下よ。あなたの個人的な事情のために作ったわけじゃない。じゃあ何のために作ったのさ。関係ないでしょ。岡部倫太郎のため。違う？とにかくタイムマシンは二度と使わない。だったらなんで作ったわけ？クリスさんは矛盾してるよ。本当は使いたいんでしょ？ 2011 年に戻って岡部って人を取り戻したいんでしょ？タイムマシンは破棄するって言っておきながらもう2週間も解体すらせずにここに置きっぱなしにしてある。それがいい証拠だ。私の小さい頃自分の目的に邁進しているクリスさんは輝いて見えた。私にとっては憧れだったよ。でもさ、今のクリスさんは中途半端だ。迷ってばっかりで進んでは戻りを繰り返してる。答えは目の前にあるのに、自分の力で答えを導き出したのに、そこまでしておきながらどうして最後の一歩を踏み出さないの？岡部倫太郎を連れ戻すためにタイムマシンを作ったんでしょ？だったら使いなよ。岡部倫太郎を救うのは過去改変には当たらない。そう書いたのはクリスさん自身じゃん。いつも苛まれているのよ。苛まれてって何に？自分の考えが単なる妄想なんじゃないかって。だって岡部倫太郎という人間が実在した客観的な証拠なんて一つもないんだから。彼のことをはっきりと知っている人なんてこの世のどこにもいないんだから。橋田や真由里も聞いた覚えがあるかもしれないとは言ってるけど、それだって私が何度か話して聞かせてきたことによる思い込みかもしれないでしょう。自分が狂ってしまっているんじゃないか、狂気のマッドサイエンティストになっちゃったんじゃないか、そう思うととても踏み出せるものじゃ。そうやって諦める理由を探してるだけじゃない？ええ、そうね。そうなのよ。諦めたかったのよ、きっと。鈴葉がテストパイロットをやりたいと言い出した時、
反対することだってできた。それをしなかったのも、あなたに何か良くないことが起きれば、タイムマシンの開発を諦めることができると思ったからで。なのに、よりによって、リーディングシュタイナーとはね、妄想だと思っていたものが、現実に目の前に突きつけられたら、もう、どうしたらいいか。どうしたらいいか？何自分の心をごまかしてるのさ。それでも会いたいんでしょ？岡部倫太郎に。冷静ぶってないで少しは本音をぶちまけてみなよ。私はとんだロマンチストだよ。悲劇のヒロインやってるのはさぞかし気持ちいいだろうね。私だって行きたいわよ。タイムマシンに乗って何もかも捨てて過去へ飛びたいわよ。あいつに会いに行きたいわよ。行けばいいじゃん。無理よ。行けるわけない。なんでさ。あいつは私に何も言わないまま消えた。何も言ってくれなかった。それがあいつの岡部倫太郎の選択なのよ。いざ私が会いに行って拒絶されたらと思うと怖くて。だったらやっぱり私が行く。いいでしょ？鈴葉、あなたじゃ無理よ。このひねくれ者、わからずや。そんなマキセ・クリスは大嫌いだ。鈴葉、ハッチ閉鎖。鈴葉、待って。目標跳躍時間を設定。日付は2011年8月3日4時00分。目標座標139.4619 35.4157でいいや。ごめんクリスさん。でもさ、あなたって本当意地っ張りだよね。知ってたけどさ。タイムマシン起動。私はマキセ・クリスっていう科学者が大好きだった。憧れだった。カウントだから私が証明してみせる。あなたは間違ってないって。単なる妄想なんかじゃないって。クリスさん、ちょっとだけそこで待ってて。岡部倫太郎は私が観測する。